こんにちは。今日は五島列島ジェットホイール乗り方紹介です。今回は福江島から長崎の方に戻ります。行きしはフェリーで来たので、フェリーとジェットホイールを比べてみたらをやってみようかと思います。まずは福江港を紹介しますね。運賃や注意点などが表示されています。フェリーの際にも話しましたが、今回九州商船のパックなので、チケットは自宅に送られてきます。なので私は買う必要ありませんが、こちらでチケットを買います。福江島の島内を結構この旅ではうろうろしたんですが、お土産さんってないんですね。スーパーにちょっとありますが、それほど。買うとしたらホテルのお土産がここになります。なんかね、五島のお土産ってパッとしないんですよね。海鮮使ったお土産や甘いもの系、五島うどんなどあるんですが、パッとしない。今日やってないとこもありますが、いくつかお土産屋さんはあります。まあそれほど変わり映えはないかな。塩だったり、こちらもかんころ餅、悪くはないんですが、そんなに力を入れてないというか、特別美味しそう、買って帰りたいと思うものがないんですよね。私の個人的感覚ですが、なんだか島自体は見どころも自然も食材もいいのにもったいない気がするお土産コーナーでした。こちらも長崎港と同じ乗船とかの案内の掲示板表示や放送がないんですよね。乗り場への入り口は先ほどのしかないので、なんとなく時間が近づいてきたら移動して乗るって感じです。そんな感じなので、私もですが少し早すぎでまだかなと行ったり来たり、そんな方がちらほらいました。はい、やっと乗船のようです。10分前で乗船なんですね。あまりにもわからなくて、切符売り場の人にまだですかと聞いてしまいました。こちらの船に乗るようです。いやー、わかりにくいです。乗り場が一つなのでいろいろな便がつくんですよね。人がゾロゾロ動くのですが、自分の便なのか他の人の便なのか全然わかんなかったです。とりあえず間に合ってよかった。では乗船です。席は13の A です。もうすでに結構乗ってますね。やっぱりさっき大移動したのはこの人たちだったんですね。ほんとタイミングがわからない。ここのようです。乗って座ったらすぐに動き始めました。この船がついて乗船手続きして乗船して、その素早さがびっくりです。ちんたらしてると乗り遅れちゃいますね。今日は夕方の便16時30分発、17時55分に長崎到着です。約1時間25分の船旅です。とホイールは1日2便の運航です。朝の9時20分と乗ってる16時30分発のです。時期によって細かく本数が変わるので、ホームページなどに行かれる時期で確認してください。五島バイバーイ。初めて来ましたが面白かったですね。今回は福江島のみでじっくりと観光しましたが、想像していたより楽しかったです。五島列島たくさん島があるんでね、また違う島に行ってみたいと思います。乗り方としては30分前には切符を買ってください。長崎港も福江港も乗船案内表示がありません。非常にわかりにくいです。15分前ぐらいからそわそわし始めて、10分前には乗るようにしてください。乗り場所とかわかんない場合は聞いた方が絶対早いです。島の人が多いのか、あまり観光客に優しい感じではありません。野外活動部は山と旅を行きやすく、行った気になる動画作ってます。登山や旅行好きはぜひチャンネル登録よろしくお願いします。早く走ってるせいか結構エンジン音がうるさいです。寝ようと思ってましたが寝られなさそう。では船のトイレ紹介をします。飛行機のトイレと同じような感じですね。座席の広さも狭くもなく広くもなく、ジェットホールなんでね、さすがに早いですね。もう長崎は見えてきました。フェリーと違う船の中はうろうろすることはできません。あっという間に着くんですが、旅感は少ないかな。
こちらは屋久島のトッピーとは違い、揺れはそんなにありませんでした。早いとはいえ、1時間半椅子にじっと座ってんのも結構きついです。乗り心地はそれほど悪くはないので、時間節約したい方はジェットホイールがいいと思います。時間の余裕がある方は、料金も約半額だし、旅感が味わえるフェリーの方がいいと思います。いよいよ長崎戻ってきましたね。ジェットホイール乗り方案内参考になりましたか？はい、長崎港到着しました。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。五島列島編はこれで終了になります。九州山旅まだまだ続きます。次回もお楽しみください。次回は日曜18時、奥塩原温泉です。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ここです。ここをポチッとお願いします。できましたか？ここです。していただけた方、ありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしています。